村マンボウの旅。今回は南房総の館山市畑集落を歩きます。ここは染料栽培が盛んな農村集落で、楽屋と呼ばれる独特な建築様式が見られます。今日はですね、2024年の12月29日。あと数日で2024年も終わってしまいますけれども、ここはですね、房総半島、南房総の白浜、畑という場所です。林道なんですけどね、振り返ると、はい、素り隧道がございます。畑第二トンネルっていうふうにね、地図に書いてありますが、ちょっと正式な名前かどうかはわかりません。今日はね、照明を持ってこなかったので、ちょっと真っ暗ですね。明るいの撮れませんね。房総の素り隧道はですね、サブチャンネルの方で、白マンボウというサブチャンネルの方でですね、ひたすらアップしてきました。ショート動画ですけどもね。はい。もう200カ所以上行ってましてね。まあ、主に去年行ったんですけど、ちょっと疲れちゃって、今は行っていません。久々に来ました。この林道ね、去年来た時は、この第二トンネルのところは通行止めになってたと思うんですよね。整備されて車通れるようになりましたね。林道畑3号線のもう一つのトンネル。はい、第一トンネルかな、これ。地層が面白いでしょ。入り墨のところビシッとカットしてありますね。南房総の2つの素り隧道をご紹介しましたけれども、いかがだったでしょうか。それではまた次回、房総を歩くでお会いしましょう。というのは嘘で、これからが本番です。この林道の先にですね、畑という集落があります。農村なんですけどもね、そこに大変珍しいものがありますので、それを巡りたいと思います。最後までご視聴くださいませ。この辺りはですね、南房総の非常に山深いとこなんです。山深いって言っても、房総丘陵なんで、標高はそれほど高くないんですが、ちょっと隔絶山村的な場所なんですね。それで、最近この、ハモグリーンラインというのができてですね、非常に便利になりましたが、その前は、この林道が主要な幹線道路だったわけです。房総らしい川ですね。房総半島は丘陵地ですんで、起伏があまりないです。ですから、川は緩やかに流れてます。古い地質だと思うんですけれども、とにかく川が蛇行しながらですね、深い深い谷を刻んでおります。はい、畑集落に近づいてきました。そしたらね、この集落の、西の方から行ってみましょうかね。先ほど南房総市の畑って言っちゃいましたけど、畑はね、館山市でした。で、トンネルの南側が南房総市の白浜。すいません、間違えました。こういうのね、確認しながら喋ろうとするんですよね。確認しようと思った時には、電波が入らないと。スマホに電波が入らないと。そんな状況になってますんでね。ついつい間違えてしまいます。お、見えてきました。これです。
なんだと思いますこれ。ああ。前方にまた見えてきましたよ。面白いですね。ああ、おお、いいですね。あ、これいっぱいある。はい。ああ、両側に広がってますね。これよくわかるね。こうなってんですよね。これはですね、何かと言いますと、お正月の門松なんかに使われる千両という植物、それをね、生育している、楽屋という、施設なんですね。楽屋っていうのは、劇場の楽屋ですね。俳優さんなんかが支度をする、楽屋と同じ字です。こちらの農家さんで育ててるんですかね。立派な家ですね。出し桁作り。房総地方、千葉県には、おなじみの、出し桁作りの古民家ですけどね。昔は、かやぶきだったと思います。はい。犬塩気が私に反応しております。どこ行っても同じだなね。さあ。すごいね。綺麗だね。この壁と屋根とね、同じ材料で作られてるのが綺麗なんですよね。本当建築的に素晴らしいと思う。ここに予備材が立てかけてありますね。傷んだものをあれで取り替えるんでしょうね。この楽屋という建物に使われている竹なんですけどね、毛装竹。これをね、9尺で長さで切ってですね、約2センチ幅に細く割って、針金で編み込んでいるようです。この四角いのは何だ？もしかして、楽屋に草が生えまくってんのかな？そうじゃないな。これ石垣だな。ここは宅地ですね。かつてこの上に農家があったんでしょう。そこ入り口になってますからね。この千両という植物なんですが、暖かい地域がいいということで、この南房総の畑、それから日本で一番生産されているのは茨城県の神栖市ですね。千両はですね、強い日差しや風に弱いというふうに言われていまして、冬でも比較的暖かな海辺の地域で栽培されているということで、竹の籠でですね、海風を防ぐと同時に日差しを遮らないと葉っぱが日焼けして赤くなってしまうそうです。耐久性を考えてですね、ビニール製のもので遮光した農家さんあったようなんですけれども、やっぱりこの日焼けを防ぐことができなかったんだそうですね。そんで結局、自然素材であり、通気性の良いこの竹材が使われ続けているということだそうです。今日はもう、あと3日でくれということですから、やってませんけれども、12月は収穫期だったんでしょうね。でもこれ維持するの大変だよね。そんな業者もないでしょうからね。傷んでるところは見受けられます。このスチールパイプで柱とそれから梁を組んで、その上にですね、9尺の竹材を渡しているという、非常に単純な構造ですよね。なんつってもこの壁と屋根と同じ材料で、全く同じ材料で吹いてるっていうのは素晴らしい。これをですね、普通の建築に応用できないもんかなというふうにちょっと私考えております。これは取り替え用の新しい材料ですね。
全く同じ寸法だもんね。長さ9尺、幅が2センチだったかな。これ楽屋が崩れてですね、中から竹が生えてきちゃってるんですね。うわ、すげえわ。竹ってすげえな。柱はさ、見てください、これ。柱はね、コンクリート製ですよ。PC、プレキャストコンクリート。その上にパイプが横たわっていますということですね。でパイプは太いのと細いのとをですね、針金で結えて、骨組みを作ってそこに竹を渡しているということですけど。いやー、崩れちゃってますね、これは。周りがこれですからね。ほっといたら生えてくるでしょうね。やっぱり使われている楽屋は綺麗ですね。傷んでおりません。房州石の石積みだ。長男の跡があるから古いですよ。ここにね、一番広がってる。ほら。どんな感じ？おー、綺麗ですね。はは。これビニールハウスもあるんだ。どうなんですかね、ビニールハウスの場合は。これ見ると、パイプがね、2本、1本、2本という繰り返しになってるんですよね。で、2本のところで9尺の材が横たわっていて、真ん中の1本はね、こう跳ね上がるのを抑えてるんでしょうね。あちらの農家が、ここの農場を持たれてるのかな。畑の中心集落の方に歩いていきます。古民家が。これは無住かな。緑色の折板屋根が鮮やかですね。これも楽屋の跡でしょうね。よくわかるかな、これだと。これがね、PC の柱。はい。その上に太いパイプが渡ってまして、その次に横材がこう渡っていて、また直行方向に当たっているという。単純ですよね。これを針金で結んでいるということです。見事な掘り割りですな。こういうね、削っただけの掘り割りっていうのは、暴走らしいですよね。なんだこれ。馬頭観音かな。
崖だ。そっか、だからこういう石垣の上に家があるんだな。さっきの家が建ってなかった石垣ありましたけどね。やっぱり宅地だね。ああ、中心集落ですね。畑青年館。ここで道が分かれてるんだけど、この道行くと千倉の方に抜ける林道なんです。結構面白いですよ。大きな宅地だね。それからこの辺りの集落の特徴はやっぱ風が強いんで、この間垣ですね。生垣。これも発達しています。そこなんかすごいでしょ。生垣がね、シューッと刈り込んで、家をね、敷地を囲ってますね。手前に楽屋があります。もう占領農家ですね。家の前に指材の竹が置いてあります。ですね、山川農園さん。占領農家ですね、この辺りもね。立派ですね、敷地が。結構でかいよ、これ。左の方行ってみようかな。上から見下ろすことができるかもしれません。ああ、いいですね。広がってます、楽屋。でかい。この占領栽培の農業なんですけどね、日本一の占領栽培をやっているところはどこかというと、茨城県の神栖市です。利根川の、河口に近いところですね。あまり起伏がないところに、日当たりがめっちゃいいところに、この楽屋が変々とですね、作られています。ちょっとこう掘り込んだような場所に作ってるのかな。風がね、海の方から吹いてくる風が当たらないように考えてるのかもしれませんね。南房総の占領栽培の農村を歩きました。いかがだったでしょうか。皆さんですね、この動画を2025年の正月にご覧になったと思いますけれども、2024年中はですね、本当に、ご視聴ありがとうございました。今年もですね、精力的に海から山から住宅地からいろんな集落町並みを歩いてまいりますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回どっかの集落町並みでお会いしましょう。さようなら。Bigger than they said.
from the back